あんたって、本当暗いわね。ほら、この服あげるから着てみなさいよ。いいよ。そんな派手な服、私には似合わないもん。そりゃそうか。あんたと私じゃ顔が違いすぎるもんね。姉は奔放で派手な性格。幼い時から目立つ美人で、中学の頃にはもう周りにはいつも男性が群がっていた。私は木島のり子。現在27歳。この度、職場の先輩の野々村俊夫さんと結婚が決まった。俊夫さんはバツイチ。25歳で結婚して27歳で離婚したそうだ。今32歳だから離婚したのはもう5年前。離婚の原因はあまり語りたがらなかったのだが、俊夫さんの友人の話では元妻の浮気らしい。それなら話してくれればいいのにと思ったが、なんか悪口を言うみたいだから、と彼は言った。別れた妻とはいえ、悪く言わない俊夫さんの人柄に、ますます惹かれた。私は子供の頃から、どちらかといえば、引っ込み思案な性格だった。それに反して、4歳年上の姉は、人前に出るのが好き。とにかく目立ちたがりだった。小学校の学芸会では主役じゃないと気が済まない。運動会のリレーでは必ずアンカー。そして、後で必ず私をからかうのだ。なんであんたが私の妹なのかわからない。全然似てないしブスだし、運動神経は鈍いし。と、必ず言われる。確かに姉とは全然似てないし、私は運動もダメだ。でも一つだけ姉に勝てることがある。それは勉強だ。私は物心ついた頃から本を読むのが好きで、とにかく読めるものは何でも読み漁った。そのせいか、教科書も参考書もスラスラと頭に入ってくる。おかげで成績はずっとトップだった。それに反して、遊ぶことが大好きな姉は勉強が大嫌い。教科書なんて見るのも嫌な人だった。だから家で勉強ばかりしている私のことは、なおさら気に入らなかったのだろう。あんたなんて勉強しか取り柄がないじゃない。女はね、やっぱり可愛い方がモテるんだよ。頭のいい女なんて男にとっちゃ面倒なだけ。私はモテたいなんて思ってないし。そりゃそうだ。その顔でモテるわけないし。人間諦めが肝心だものね。別に諦めたわけじゃん。姉は大学に入ると、毎日夜遅くまで遊び歩いていた。男もとっかえ引っかえして、自分がいかにモテるかを私に自慢してくる。さやか、そんなことばかりしていると、いつか痛い目を見るわよ。だって、周りが私を放っておかないんだよ。仕方ないじゃん。何を言っても馬事東風の姉に、父も母も、ただため息をつくばかり。社会人になると、姉の生活はさらに派手になった。でもそんな姉が26歳になったある日、会社の上司と不倫をしたらしく、相手の妻が家に乗り込んでくるという騒動が起こった。両親はやってきた相手妻に両手をついて謝っていた。人の夫に手を出すなんて、一体お宅は娘をどういうふうに育てられたんですか？夫の行動を怪しく思った妻が興信所に頼んで調べたようだった。両親は大激怒したが、姉はすぐに開き直った。しょうがないじゃん。あんなブスより、彼が私の方がいいって言うんだから。いい加減にしないか。人様に迷惑をかけて。お前には道徳というものはないのか。そんな一銭にもならないもの、ありません。あんたっ
て子は情けない。父が怒っても母が泣いても、姉は全く意に介さないで、挙句の果てには、その男と駆け落ちしたのだ。しかも家の預金通帳から500万というお金を引き出して持って行った。どうやら計画的だったようで、預金は毎日50万ずつ10日にわたってキャッシュカードで引き出されていた。父は何でも手帳に控えるタイプだったので、暗証番号はこっそり父の手帳を盗み見て知ったのだろう。あれから5年、姉はどこでどうしているのか、それっきり連絡がないままだ。両親もあえて探さなかったし、私の前で姉の名を口にすることもなかったので、私も聞かなかった。そんな中で私の結婚が決まり、彼はバツイチとはいえ、その誠実な人柄に、両親はとても喜んでくれた。するとある日、知らない番号から電話がかかってきた。一瞬出るのを躊躇したけれど、誰か友達が電話番号を変えたのかもしれないと思って出てみた。もしもしのりこ、元気？お姉ちゃん。その声は5年の空白があってもすぐにわかるほど変わらない姉の声だった。懐かしいとか、久しぶりに声が聞けて嬉しいなどという感情は全く湧くことはなく、嫌な感じしかしなかった。あんた結婚するんだって。しかも相手はバツイチとか。なんで知ってるの？あんたの大学の同級生でマミって子いたじゃない？うちにちょいちょい遊びに来てたでしょ？あの子にばったり会ったの。そうしたらそんなことを言ってた。そうなんだ。何か企んでいるのではないかと警戒してしまう。子供の頃から姉と一緒にいて楽しかった思い出など皆無に等しいというより嫌な思いしかしてこなかったから、また何かよからぬことを考えているのではと思ってしまう。なんなのよ、その暗い声は。せっかくお祝いの一つも言ってあげようと思って連絡したのに。お姉ちゃんがお祝い？そりゃあ、大切な妹が結婚するって聞けば、私だってお祝いくらいするわよ。5年経って姉も少しは変わったのか。いや、あの姉がそんな簡単に変わるとは思えない。私が結婚すると聞いて嫌がらせでもする気なのではと勘ぐってしまう。でもさ、やめた方がいいわよ。バツイチだなんてどうせろくな男じゃないから。私がどこの誰と結婚しようとお姉ちゃんには関係ないでしょう。だいたい会ったこともないのにいい加減なこと言わないで。彼のことを何も知らないくせに。ああ、これだから男に免疫のない女はダメなのよ。甘い言葉にすぐ騙される。私のことは放っておいて。で、今更何なのよ。私に連絡してくる前に、お父さんやお母さんに謝るのが先でしょう。うるさい。私に指図するな、ブスのくせに。そう怒鳴ると姉は電話を切った。またすぐ何か言ってくるかと思ったが、1週間が過ぎても1月経っても何も言ってこなかったので、あれはただの嫌がらせの電話だったんだと胸を撫で下ろした。ところがやっぱりそう一筋縄で引くような姉ではなかった。ある日、会社の近くで姉と彼が一緒にいるところを目撃してしまった。私の中で思い出したくもない過去が頭の中に蘇る。あれは私が大学に入って間もなくのことだった。私に生まれて初めて彼氏ができたのだ。優しくて気配りができて、私にこんな素敵な彼氏ができるなんてと、毎日が楽しくてしょうがなかった。私の家にも何度か遊びに来たことがあった。その彼がうちに何度目かに訪れた時に、姉と抱き合っているのを目撃してしまった。
両親は旅行に行って留守だった。何やってんの？彼の方は見とがめられておろおろしていたけれど、姉は全く動じる様子もなくニヤッと笑った。あんたみたいなブスより私の方がいいんだって。浮かれていた自分が惨めで恥ずかしくて、このことは両親にも言えなかった。誰にも知られたくない汚点だと思った。姉に彼氏を奪われるなんて、ありきたりすぎる昼ドラみたいなことが、まさか自分の身に起こるなんて、夢にも思わなかった。悔しくて悲しくて、私は泣きながら彼を家から追い出した。でもそれから1週間もしないうちに、姉は彼を捨てた。さすがあんたの彼。ダサいしつまんないし、美人の私と釣り合うような男じゃなかったわ。などと言って笑った。きっと最初からそのつもりだったのだろう。彼の方はすぐに私のところに来て気の迷いだった。お姉さんに誘惑されたんだ。などと言い訳をしていたけれど、さすがにまた相手にする気にはなれなかった。今目の前で姉と一緒にいる敏夫さんを見て、あの時のことが頭の中でフラッシュバックした。まさか、敏夫さんに限ってそんなことあるはずがない、そう思いたいのに、もしかしたらという思いが浮かんでしまう。私は怖くて、その場から逃げるように走り去った。それでも頭の中には、姉と一緒にいた敏夫さんの姿が頭から離れなかった。すぐにも問いただしたかったけれど聞けなかった。もし私より姉の方を好きになったなんて言われたらどうしよう。そんなことを言われたらもう立ち直れない。そう思うと怖くて言い出せなかった。そうしたら姉からまた連絡が入った。あんたの彼いただいちゃった。仕方ないわよね。男はやっぱり私のような美人がいいのよ。嘘よ。そんなの絶対に信じない。敏夫さんを信じたい。そうは思っているのに不安ばかりが募る。それに姉に会ったのに、敏夫さんはなぜ私にそのことを言わないのだろう。言わないのは何かやましいことがあるのではないだろうか。などと、疑心暗鬼に陥る。そんなことばかり考えていたら、やはり顔に出たのだろう。どうしたの？最近何か考え込んでいるみたいだし、元気もないようだけど、何か心配事？食事をしていたら、不意に敏夫さんからこう切り出された。これ以上、黙ったまま過ごすこともできないと思った私は、思い切って姉のことを尋ねた。もし、敏夫さんが姉と何かあったら、そう思うと耳を塞いでしまいそうになるけれど、こんな思いを抱えたまま結婚するということもできない。私、見たの？見たって何を？敏夫さん、お姉ちゃんに会っていたよね。私がそう尋ねると、敏夫さんは、ああとうなずいて、少し目を伏せた。その様子に私の中には、やっぱり、という思いが広がる。私があまりにも悲嘆に暮れる顔をしたせいだろうか。彼が慌てて否定する。違う。誤解しないで。言わなかったのは、君に心配をかけたくなかったからだよ。敏夫さんの話では、会社の帰りに姉に待ち伏せされていたらしい。突然、姉のさやかだと名乗ってきたとのこと。敏夫さんには、私に家出して行方のわからない姉がいる。そしてその姉がそれまでやらかした数々のことも話していた。そんな姉がいるなんて恥ずかしいことだったけれど、隠していて後で知られるのはもっと嫌だと思ったし、
それで結婚を考え直したいと言われるなら、それも仕方がないと思った。でも敏夫さんは、私には何の関係のないことだと言ってくれた。それが本当に嬉しかった。君のお姉さんのことは聞いていたし、僕に会いに来たなんて知ったら、余計な心配をかけるだけだと思って、それに会ったのはその時一度きりだし。お姉ちゃんは何をしに来たの？なんか、話があるから食事に行こうとか飲みに行こうとか、やけに誘ってきたけど、君が一緒でなければ行かないと言ったら、怒って帰って言ったよ。本当にそれだけだったから言うほどのこともないと思って。そう言いながら頭をかく敏夫さんの姿に、私は何を心配していたのかと、全身から力が抜ける思いがした。でも姉の方は、確実に敏夫さんを誘惑しに来たに違いない。よかった。思わず声が出て、彼の方が目を丸くした。え？何？もしかして、疑ってた？ひどいなあ。僕のこと、もっと信用してよ。そう言って、敏夫さんは笑顔になる。敏夫さんは実のところ、姉のような積極的なタイプの女性が苦手なのだ。姉にぐいぐいと迫られて、怖かったらしい。腕なんて掴まれちゃってさ、振り切って逃げちゃったよ。それを聞いて、今度は私も笑ってしまった。ごめんね、変な心配して。僕は絶対に君を裏切らない。裏切られる者の痛みは十分に分かっているつもりだから。敏夫さん。だから信じて。そうだった。敏夫さんも同じ傷を背負っていたのだ。そのことを改めて噛み締め、彼の力強い言葉に私はうなずく。その後は特に波風が立つこともなく、結婚準備は滞りなく進んだ。姉からは何も言ってくることもなかった。そのことが逆にちょっと不気味にも感じたけれど、両親には余計な心配をかけるだけだと思って、姉から連絡があったことは話さなかった。そうして、結婚式当日。お父さん、お母さん、今までお世話になりました。幸せになってね。私の手を取ってそういう母と、まだ控え室だというのに大泣きする父と、これじゃあ先が思いやられる、なんて苦笑いする私。そうして式は順調に進み、披露宴も中盤に差し掛かった時だった。披露宴会場にいきなり警察官がやってきた。何？制服姿の警官が2名、会場の真ん中を突き進んで、私の前に立った。会場にいた人たちも何事かとざわめき立つ。これは何かの余興なのだろうか。友人の中にはサプライズが好きな子もいた。せっかくの式だから楽しい余興でも考えておいてあげる、なんてことも言われていた。そう思った私は一瞬驚いたけれど、気を取り直して目の前の警官姿2人を見直す。そうしたら目の前の警察官が口を開いた。公園で一人で佇むお子さんを保護しました。これは一体どういう余興なのか、趣旨が全くわからない。私が首をかしげていると、警官はさらに言葉を続ける。駅前派出所の者です。あなたのお子さんを保護しました。すごく冷たく言い放つその言葉に、もしかして本物の警察官なのかという思いがやっと浮かんでくる。でもそうなると、ますます意味がわからない。この警察官は何を言っているのだ。あなたのお子さんって、誰のお子さんのことを指しているのだろう。もしや、敏夫さんの？子供の話は聞いたことはないけれど、バツイチだし、いてもおかしくないのかもしれない。いやいや、いたら私に言わないはずがない。
敏夫さんがそんな大事なことを私に隠したまま結婚するなんてありえない。では、誰の子だというのだ。しかも今、この時に、こんな場所にわざわざ言いに来るなんて、一体どこの子供なのだ、などといろんな思いが一瞬にして私の頭の中を駆け巡る。私が呆然としていると、警察官はさらに言葉を続ける。木島のり子さんですね。はい、そうですが。あなたのお子さんのゆなちゃんを保護しました。え？私？子供いないけど。は？一体どういうことですか？娘は今日結婚するんですよ。今までずっと私たちと一緒に暮らしていましたし、出産経験などありません。母が私の前に立ちはだかるようにして、警官に言い放った。今度は警官の方がきょとんとした顔をしている。でも、保護したお子さんが母親の名前は木島のり子さんだと。この式場の目の前の公園で保護されまして、ママはこの中にいると言ってるんです。一体これは。その子はいくつなんですか？4歳です。頭の中でパズルが組み合わさるように姉の顔が浮かんだ。絶対に姉の仕業に違いないと確信に近いものがあった。姉に子供がいるなんて想像もしたことはなかったけれど、家を出てから産んでいたとすれば、年齢的には合致する。お姉ちゃんだ。え？きっとお姉ちゃんの子供よ。さやかの？わかった。私と母さんが行ってくるから、お前たちは式を続けなさい。でも、両親が警察官と一緒に披露宴会場を後にした。私は気になって仕方がなかったけれど、両親の言葉通り結婚式を続けた。敏夫さんも彼のご両親も特に何も言わなかった。ご招待したお客様たちも最初は何事かという様子をしていたけれど、すぐに和やかな雰囲気に戻った。周りのみんなが気遣ってくれていることがひしひしと伝わった。私はこんなに優しい人たちに囲まれているんだということを改めて感じた。そうして式はみんなに祝福されて無事終えることができた。式を終えた私たちは急いで病院に向かった。両親から子供と一緒に病院にいるという連絡をもらったからだ。子供はガリガリに痩せていてボロボロの格好をしていたらしい。栄養状態も悪く、よほど劣悪な環境にいたのだろうということが一目で見て取れる状態だったとか。子供の世話を全然していなかったことは明らかである。私たちが病院に行ったとき、その子供、ゆなちゃんはベッドで眠っていた。4歳と聞いていたが、もっと幼く見える。でもその顔には、はっきりと姉の面影があった。かわいそうに。母はその子の手を握って涙ぐんでいた。両親が警察官から聞いた話では、ゆなちゃんは母親らしき人物が公園に置き去りにしていったそうだ。母親に誰かに何かを聞かれたら、ママの名前は木島のり子。目の前の建物を指さして、ママは今日ここで結婚するのと返事しなさいと言われていたとのこと。そうして警察官に尋ねられたゆなちゃんはその通りに答えた。それで警察官が披露宴会場に乗り込んできたというわけだ。さすがに怒りが湧いた。警官が式の真っ最中にやってきたことにではない。子供がこんな状態になるまで放っておいたことにだ。こんな小さな子を一人で放り出すなんて信じられない。絶対に許せないと思った。するとその夜、姉から危機とした様子で電話が入った。どうだった？結婚式。隠し子発覚でめちゃめちゃになった。
やっぱりお姉ちゃんの仕業だったのね。なんでこんなことしたの？だって、許せないから。は？私よりブスで冴えない女のくせに、幸せな結婚をするなんてありえないでしょ。ゆなちゃんは誰の子供なの？あの時一緒に駆け落ちした人の子供？まさか。あの男逃げたはいいけど、後悔して泣いてばっかりでうざいから、すぐに別れた。子供は誰の子かわからないらしい。姉には当時、他に数人付き合っていた男性がいて、特定できない。妊娠にも気づいていなくて、仕方なく産んだと平然と言い放った。それでもお姉ちゃんの子供なんでしょ。なんであんなになるまで放っておけるの？病院で栄養失調だって言われたのよ。そんなに気になるなら、あんたにあげる。は？それより結婚式はどうなったの？当然破談だよね。君。あんたの旦那、私がせっかく誘ってやったのに逃げたのよ。ダッサい男よね。残念ながら破談にはならないわ。結婚式は無事に終わったから。は？としおさんはね、お姉ちゃんの周りにいる安っぽい男たちとは全然違うの。でも子供は引き取る。お姉ちゃんなんかの元には返せないから。私がそう答えると、姉はまたとんでもないことを言い出した。子供が欲しいなら、金を払えというのだ。自分の子供を世話もしないで放置した上に、今度はお金を要求するなんてありえない。でも私は、その要求に応じた。ただし、今後一切子供には関わらないこと、という念書を書いてほしいから、振り込みではなく対面にしたいと言ったら、姉はお金欲しさに応じた。そうして、約束の場所にいそいそとやってきた姉は、待ち構えていた警察に、今までの子供に対する言動は罪に値すること、そして先日子供を公園に置き去りにしたことは、保護責任者遺棄罪であるとされ、逮捕された。私が警察に通報しておいたのだ。もちろん両親も承諾している。騙したわね。姉は警察に連行されていくとき、私を口汚く罵っていた上に激しく抵抗して逃げるために暴れ回った。おかげで公務執行妨害まで加えられていた。その姿を見ても、もう何の感情も湧かなかった。両親も二度とうちの敷居をまたがせないと怒り心頭だった。その後姉は2年の実刑判決となった。両親に面会に来てほしい、差し入れが欲しいと何度も手紙が来ていたようだが、一切取り合わなかったとのこと。あれからゆなちゃんは順調に回復し、今は元気に幼稚園に通っている。としおさんと相談して、本気で私たちで引き取る気でいたのだが、両親が引き取った。お前たちにだって、この先に子供ができる可能性があるんだ。もちろん二人が子供を分け隔てするとは思わないが、この子は何もわからない年齢ではない。お前たちの間に生まれた子供と自分を比べて、寂しい思いをする可能性がないわけではない。父の言葉ももっともだと思った。でも、何があっても見守っていくつもりだ。ゆなちゃんが大きくなって自分の人生を振り返った時に幸せな時がたくさんあったと思えるようにしてあげたい。私は今、夫と二人で幸せな毎日を送っている。信頼できる人とこれからしっかりと家庭を築いていきたいと思っている。